5部の BC ペニスカラでプレーしています。福岡県根縄中学校出身で、その後西海学園高校に進学し、その後大学で北九州の九州共立大学の方に、進学をしました。大学を卒業後、沖縄県の一般企業に就職し、どうしても僕自身バスケットボールをもう一度したくなったので退社した後、社会人リーグの小豆島ストーンズの方にプレーしました。小豆島ストーンズを、怪我で退団し、地元に戻った後にやっぱり自分の夢が諦めきれなくて、欧州に渡り決意して今に至ります。大学 1,2 年時は、ほとんど全試合の方でベンチに座らせていただいて、プレーすることはできなかったんですけど、チームのサポートとかを役回り、1年下級生の仕事に徹していました。大学3年時は3年時も1年生と同じように、ずっとベンチだったんですけど、3年のある試合の時にルーズボールに飛び込んだ先にちょっと物にぶつかってしまって、僕はちょっとそこで脳震盪になって、そこから4年時もその怪我の影響もあって、ちょっとなかなか脳震盪を繰り返してしまったので、試合から絡むことより、試合に絡むよりもだんだん年を追うごとに離れていって、4年時、最終学年の4年時はもう自分たちがプレーするよりも後輩たちの試合のビデオを撮ったり、ツイッターの投稿編集などをして、後輩たちのサポートに回っていました。最終学年はインカレにつながる最後のリーグ戦は、僕ともう一人のキャプテンの子で、4年生2人しかなかったんですけど、4年生以下の下級生たちが主に主体でやっていて、現在 B リーグなどで活躍している選手とかと一緒に、力を合わせて九州3番以内に4年ぶりに入ってインカレ出場にすることになって、その年の最後のインカレは、初戦で日本大学さんと試合をさせていただきました。秋のリーグ戦にも僕は出たことなくて、やっと最後出れたのが1分45秒のはい。うわ
短い間でしたけどプレーして、でもやっぱり1分45秒終わった後、僕の唯一の同期だった子がもう泣いてて、試合終わった後にその姿を見て、僕はこのままじゃ終われないなと思って続けようと思いました、バスケットを。香川県にある小豆島というところで小豆島ストーンズに入団して、バスケット IQ とかも全くゼロだったんですけど、そこであるコーチの方と出会い、僕、バスケットのベースになるような、現在のベースになるようなところを育ててもらいました。もともと海外でプレーしたいという希望はあって、一般企業で働いている時に、僕の後輩がちょうどアメリカの大学にいて、そのアメリカの在学中にちょうどそのスペインのユーロプロバスケットというところで夏のサマーリーグのトライアウトに彼が参加していて、それを僕は知って彼にどういった期間だとかどんなふうに練習しているっていうのを彼から彼に情報を伺って、僕もユーロプロに行ってトライしてみようと思った経緯があります。トレーニング、ユーロプロの1日のトレーニング内容としては大体朝の9時から11時までが、ワンクールのセッションで、午後が3時から5時ぐらいで、1時間は、トレーニングと、通常の練習とで2チームで分かれてトレーニングをして、いました。その時に出会ったコーチたちが僕の今の、プレースタイルだったり成長させていただいたコーチで、ベルギー人のパスカルという監督と、ジャスティーナス、そしてコーチルイ、この3人が僕が今現在スペインでプレーしているところに大きく変わっていて、コーチパスカルはむちゃくちゃ厳しい人だったんですけど、愛情があって、で僕がユーロプロにいる間は常に信頼して、ずっとスターターで使いプレーさせてもらって、どんどん打っていけシューターだけ打っていけというふうに言っても声をかけていただいて、でジャスティンガスの方は、プレー面の細かい部分であったり、もっと必要なところを教えていただいたり、コーチ類は僕が最初にあった試合が終わった後に集団として落ち着いてしっかり自信を持ってシュートを打ち続けなさいと
言っていただいて、今もその言葉を胸に、その3週間プログラムで続けた後に、最終週の3週間目に試合で、前半で5本のスリーポイント、2クォーターで4本のスリーポイントと後半に1本のスリーポイントで、入れることができて、今の、ペニスカラの監督にその試合をちょうどスカウティングしに来られていて、オファーをいただけることになりました。ペニスカラに最初来た当時、英語もスペイン語もわからない状態で来て、でちょっとビザの関係で一旦日本に戻って、また再度ペニスカラに戻ってきたんですけど、キャプテンのファンホで奥さんのソニア、知ってる選手が何人かいて、その当時同じシューターのチームメイトのマイケルで、同じユーロプロのデイビッド、僕が全くスペイン語を話せない状態で来て、みんなその私生活だったりバスケットのことだったり、また他に私生活のことでわからないことがあったりするときに必ずみんな助けてくれて、僕を呼んでくれたオーナーのハビ、シロ、本当に感謝していて、助けられながらですけど、だんだんスペイン語も上手くなって、だいぶ今では話せるようになってきて、コーチングの方もやっぱ難しいところもありますけど、僕なりにコーチの仕事を楽しくやっています。いろんな国籍のいる選手、国籍がいるチーム、多国籍なチームなんですけど、選手一人一人の仲の良さだったり、そしてプレーの激しさだったりっていうところが僕はとても好きで、またコートを離れた時にフットサルの選手たちとかだったり、また、床屋の僕の友達だったり、おっちゃんだったり、街を歩いてると「ヘイ!」いつも声をかけて、フランクに声をかけてくれて、いつもたわいもない会話をさせてもらってるんですけど、僕はこの街が好きで、ここに住んでる人たちも大好きで、もちろんバスケットもみんなとできるバスケットがここでは僕はむちゃくちゃ楽しくて、だから正直シーズンが終わってほしくないなという気持ちはあるんですけど、もっとみんなで一緒にペニスコラのために僕はプレーしたいなと思っています。
だからスペインに来てよかった。でテニス科に来てよかったです。大学卒業後、沖縄県の観光での一般企業に就職して、ちょっともう一回いいですか。スペイン来てよかったです。これカメラ向いた方がいいんですか。いやぼーっとしてましたあそこ中あったかいんで。腹減った。砂糖のご飯